予告編に移るトロイの木馬。2026年9月11日、クリストファー・ノーラン監督の新作映画、オデュッセア、日本でも公開されます。主人公、オデュッセウスを演じるのは、マット・デーモン。予告編にはすでに、あの巨大なトロイの木馬と、燃え落ちていくトロイアを思わせる場面が映し出されていました。こうした映像を目にすると、こう思う方も多いのではないでしょうか。この映画を楽しむためには、まず、イリアスを読んで、トロイア戦争の全体を、きちんと知っておかなければならないのではないかと。実は、その必要はありません。原点であるオデュッセイアは、イリアスを読んでいなくても、物語を追うことのできる、独立した女子誌です。ところが、ここで一つ、意外な事実があります。予告編に映っていた、あの有名な木馬、そしてトロイア陥落の場面は、少なくとも、イリアスという女子誌の物語としては描かれていないのです。驚かれた方もいらっしゃるかもしれません。では、イリアスは一体どこで終わっているのでしょうか。そして、木馬とトロイアの陥落は、一体誰によって、どのような形で語り継がれてきたのでしょうか。そのことが、実はオデュッセイアという物語の始まり方と、深く結びついています。今日は、二つの偉大な女子誌の間に横たわる、この空白の物語を辿っていきたいと思います。第一章、イリアスは、トロイア戦争全部ではない。まず整理しておきたいのは、イリアスという作品が一体何を描いているのかということです。伝承によれば、トロイア戦争は10年にも及ぶ長い戦いでした。しかし、イリアスが舞台にしているのは、その10年間すべてではありません。イリアスが扱うのは、10年に及ぶ戦争の末期、およそ50日間です。しかも、出来事が詳しく描かれるのは、そのうちのわずか10日ほどに過ぎません。そして、イリアスの中心にあるのは、戦争そのものの経過というより、一人の英雄の感情です。総大将、アガメムノンとのいさかいによって、最強の戦士アキレウスが起こり、戦線を離脱する。その怒りが、味方であるはずのギリシャ軍を苦しめ、やがて、親友の死をきっかけに、再び戦場へと戻っていく。イリアスという題名は、トロイアの古い呼び名、イリオスに由来しますが、その冒頭は、アキレウスの怒りを歌え、という有名な呼びかけから始まります。つまりこれは、トロイア戦争の記録というより、アキレウスという一人の人間の怒りと、運命を描いた物語なのです。ですから、パリスがヘレネを連れ去った経緯や、開戦に至るまでの出来事、そして、この後お話しする、木馬やトロイア陥落までを、時系列で全て描いた作品ではありません。では、イリアスはどこで幕を閉じるのでしょうか。物語の最後、第24課で描かれるのは、アキレウスに撃たれた敵将ヘクトルの遺体が、父プリアモス王の元へ返され、トロイアの人々がその死を悼み、葬儀を行う場面です。つまり、この時点で、ヘクトルはすでに世を去っています。しかし、トロイアの城壁はまだ崩れていません。そして、物語の主役であったはずの、アキレウス自身の死も、イリアスの中には描かれていないのです。イリアスが終わっても、戦争は終わっていない。むしろ、本当の意味での戦争の結末は、この物語が閉じたその先で、静かに進んでいくことになります。第2章、ヘクトルの死後に現れた、新たな英雄。ヘクトルを失ったトロイアに、それでも戦いを諦めない理由がありました。新たな援軍が次々と到着したのです。一人はアマゾーンの女王、ペンテシレイヤ。勇猛な女戦士たちを率いて、トロイア側に加わり、アキレウスと壮絶に渡り合ったと伝えられています。もう一人はエチオピアの軍勢を率いてやってきた、メムノーン。彼もまた、アキレウスの前に立ちはだかる強敵として語られる人物です。主に伝えられているのは、現在では失われてしまった女子誌アイティオピスという作品に属する内容なのです。ここで少し大切なことに触れておきたいと思います。私たちがトロイア戦争の物語として思い描いているものは、決してホメロスに着せられる一つの女子誌に全て記されているわけではありません。
現存するイリアスとオデュッセア、そして今はもう失われてしまった複数の女子誌の口外、さらに後の時代にまとめられたアポロドーロスの神話集や様々な文学作品、これらを一つ一つ重ね合わせることで、ようやく私たちはトロイア戦争の全体像を知ることができるのです。ホメロスがトロイア戦争の始まりから終わりまでを全て書き記したというのは実は正確な理解ではありません。イリアスはあくまでその一部を切り取った作品なのです。そしてこのアイティオピスの物語こそが次にお話しするある英雄の最後へとつながっていきます。第3章、最強の英雄アキレウスの死。メムノーンを打ち破り、なおも戦い続けるアキレウス。しかし、ギリシャ最強と謳われたこの英雄にも、やがて死が訪れます。伝承によれば、アキレウスの命を奪ったのは、トロイアの王子パリスの放った矢でした。そして、その矢を導いたのは、神アポロンであったとも語られています。トロイア側に立っていたアポロンが、パリスと共にアキレウスの死に関与したのだ、と。ただし、ここで一つ注意しておきたいことがあります。アキレウスの死の詳しい経緯には、時代や作品によっていくつもの違いが存在するのです。中でも広く知られているのは、不死身だったアキレウスの体で唯一弱点となっていたかかとを射抜かれて死んだという物語ではないでしょうか。私たちがよく知るこの逸話は、後の時代になってから形作られ、広まっていったものなのです。いずれにせよ、最強の戦士であったアキレウスの死は、ギリシャ軍にとって計り知れない衝撃でした。彼らは戦争を勝利に導くはずだった最大の力を、ここで失うことになります。けれど、物語はここで終わりません。倒れたアキレウスの遺体と、その手にしていた武具をめぐって、ギリシャ軍の中で新たな争いが始まろうとしていたのです。第4章、アキレウスの武具とダイアイアスの破滅。アキレウスが倒れたことで、戦場にはもう一つの戦いが生まれます。それは彼の遺体と武具をめぐる争いでした。伝えられるところによれば、倒れたアキレウスの亡骸を敵の手から守り、味方の陣営へと運び戻すために力を尽くしたのが、ダイアイアスとオデュッセウスでした。二人の奮闘によってギリシャ軍は最強の戦士の遺体を何とか取り戻すことができたのです。ところが、ここから物語は思わぬ方向へ進みます。アキレウスが残していった神が鍛えたと伝えられるあの武具。これを誰が受け継ぐのかをめぐって遺体を守った党の二人、ダイアイアスとオデュッセウスの間で激しい争いが起こるのです。ダイアイアスは自らの武勇とアキレウスの遺体を守った功績から武具を受け継ぐのは当然自分だと考えていました。しかし審判の結果、武具はオデュッセウスに与えられます。誰がどのような方法で二人を審判したのかは伝承によって異なります。いずれにせよ、知恵の英雄が武勇を象徴する英雄を退けたこの結果はダイアイアスに深い屈辱を与えました。この結果を受け入れられなかったダイアイアスは深い屈辱と怒りに苦しめられ、やがて破滅への道をたどっていくことになります。彼がどのようにして最後を迎えたのかについては、ソポクレスの悲劇アイアスをはじめ伝える作品によって描き方に違いがあります。ここでは一つの筋書きだけを絶対のものとせず、そうした悲劇的な結末が伝えられているとだけお話ししておきましょう。注目していただきたいのは、この時点でのオデュッセウスの姿です。彼はまだ荒海をさまよう漂流者ではありません。ギリシャ軍にとってなくてはならない知略の中心人物として立っているのです。そしてこの武具争いをきっかけに、彼はいよいよトロイア攻略という大きな課題の前面に立つことになります。第5章、トロイアを陥落させるための条件。最強の戦士アキレウスを失っても、トロイアはすぐには落ちませんでした。実は、この城を陥落させるためには、いくつかの条件が満たされなければならない、と伝えられています。一つは、ヘラクレスから受け継いだ弓を持つ英雄、ピロクテテスの参戦でした。彼は、ある事情から遠い島に取り残されていましたが、
その弓なしにはトロイアを落とせないという信託があり、ギリシャ軍は彼を迎えに向かうことになります。もう一つはアキレウスの息子ネオプトレモスの参戦です。最強の英雄アキレウスを失ったギリシャ軍は今度はその地を受け継ぐ息子ネオプトレモスを戦場へ迎えることになります。そしてもう一つ忘れてはならないのがトロイアの城内に安置されていた聖なる像パラディオンです。パラディオンとは女神アテナの姿をかたどったとされる神像で、この像がトロイアの城内にある限り、この都は決して陥落しないと信じられていました。そこでオデュッセウスは盟友ディオメデスと共に密かにトロイアの城内へ忍び込み、このパラディオンを盗み出したと伝えられています。ここから先はイリアスが閉じた後に続く伝承です。主に現在は失われてしまった女子史小イリアスの系統に属する伝承や後の時代にまとめられたアポロドーロス、ビブリオテーケへの適用などを通じて私たちに伝わっているものです。ピロクテテスの弓、ネオプトレモスの参戦、そしてパラディオンの奪取、伝承によって挙げられる条件には違いがありますが、こうした条件が一つずつ満たされることで、トロイア陥落への道が開かれていきます。そうした物語として、後の時代に語り継がれてきました。ところで、映画の予告編には、印象的な女性の心臓が映る場面がありました。あの像が、今お話ししたパラディオンなのかどうか、実はそれは、現時点ではわかりません。伝統的に語られるパラディオンは武装したアテナの姿とされることが多いのですが、予告編に映る像は少しそれとは異なる印象も受けます。あの像が映画の中でどのような意味を持つのかは公開後の楽しみとして心に留めておきたいと思います。こうして攻略に必要とされた条件が整い、戦いはいよいよあの有名な木馬の作戦へと向かっていきます。第6章、トロイの木馬は誰が考えたのか。10年にわたる戦いの末、力攻めではどうしてもトロイアを落とせない。そう悟ったギリシャ軍が最後に選んだのが巨大な木馬を用いた作戦でした。この策の中心にいたとされるのがオデュッセウスです。ただし、彼一人がこの発案の全てを担ったと言い切ってしまうのは少し単純化しすぎかもしれません。伝承や作品によってこの作にどのように知恵が加わったのかは描かれ方が異なっているからです。木馬そのものを作り上げたのはエペイオスという職人の戦士だったと伝えられています。そしてこの計画には女神アテナの助力があったとも語られます。出来上がった巨大な木馬の内部には選び抜かれたギリシャの兵士たちが身を潜めます。そして残りの艦隊はあたかも戦いを諦めて撤退したかのように見せかけ、海の彼方へと姿を消すのです。これを見たトロイアの人々は長い戦争がついに終わったのだと信じます。そしてトロイア人はそれをギリシャ軍が残したアテナへの奉納物と考え、自らの手で城内へと引き入れてしまうのです。ここで改めて確認しておきたいことがあります。この木馬の物語はイリアスのどこにも描かれていません。私たちがこの物語を知ることができるのは今は失われてしまった小イリアスやイリオスの陥落といった女子史、そして後の時代の文献を通じてなのです。ちなみに木馬をめぐる物語というと、内通者シノーンの偽りの証言や木馬に警告を発しながら怪異に見舞われる預言者ラオクオンの姿を思い浮かべる方もいらっしゃるかもしれません。実はこれらの有名な場面の多くはずっと後の時代、ローマの詩人ウェルギリウスが表したアエネエイスによって詳しく語られるようになったものです。ホメロスに記せられるイリアスの中にそうした場面が描かれているわけではありません。こうしてギリシャ神話の中で最も有名な場面の一つでありながら、イリアスそのものには存在しないという少し意外な事実が浮かび上がってきます。では、この木馬の物語は一体どこではっきりと語られているのでしょうか。実はその答えは私たちがこれから向かうオデュッセアという女子史の中にあるのです。第7章、木馬はオデュッセアに語られている。
ここが今日の話の中で最も大切な部分です。木馬の物語はイリアスには描かれていません。しかし、オデュッセイアの中では、すでに過去に起きた出来事として、確かに語られているのです。その一つが、第4課に描かれる場面です。トロイア戦争を終えて、故郷に戻ったメネラオスとヘレネの元を、オデュッセウスの息子テレマコスが訪れます。そこで二人は、あの木馬にまつわる忘れがたい思い出を語り始めるのです。続いて、メネラオスが、木馬が城内へ運び込まれた夜のことを語ります。ヘレネは、デイトボスを伴い、木馬の周囲を3度巡りました。そして、木馬の表面に触れながら、中に隠れている英雄たちの妻の声を真似、一人一人の名を呼んだというのです。その声を聞いたメネラオスとディオメデスは、外へ出るか、声に応じたい衝動に駆られます。しかしオデュッセウスが二人を制止しました。他の兵士たちも沈黙を守りますが、アンティクロスだけは返事をしようとします。そこでオデュッセウスはその口を両手で押さえ、声が漏れるのを防ぎました。もしあの時声を出していたなら、木馬の策は全て失敗していたかもしれません。もう一つの場面は第8課です。漂流の末にたどり着いたスケリア島で、オデュッセウスは銀融詩人デーモドコスの歌を耳にします。デーモドコスが歌うのは、まさにあの木馬の作戦とトロイア陥落の物語でした。その歌を聴きながら、オデュッセウスは周囲に気づかれぬよう静かに涙を流すのです。木馬はオデュッセウスが勝利に大きく貢献した記憶です。しかし、その物語を聞いた彼の顔には、誇らしげな笑みではなく、誰にも見られまいと隠した涙が流れたのです。木馬の物語は、オデュッセウスにとって誇るべき勝利の記憶であったはずです。しかし同時に、それは深い痛みを伴う記憶でもありました。トロイの木馬、今日あまりにも有名な、この作戦。しかし、オデュッセイアの中では、オデュッセウスが背負う過去として、確かに語られているのです。もし映画が木馬やトロイア陥落の場面を描くとすれば、それはもしかするとオデュッセイアの中でオデュッセウス自身が思い返すあの回想の場面を描いているのかもしれませんね。もちろん映画本編をまだ見ていない今の段階でその構成や時系列を断定することはできません。けれどこれだけは言えます。あの木馬が実際にどのように城内へ入り、トロイアの最後の夜に何が起きたのか、その物語こそが次にお話しする内容なのです。第8章、トロイア最後の夜。木馬が城内へ運び込まれたその夜のことです。深夜、あたりが静まり返った頃、木馬の中に潜んでいたギリシャの兵士たちが、そっと外へ出てきます。そして、城門を開き、闇に紛れて戻ってきた仲間たちを、城内へと招き入れるのです。こうして、10年にわたって攻め落とせなかったトロイアは、ついにその夜、内側から崩れていきます。トロイア陥落の夜については、後の時代の様々な作品が、数多くの場面を伝えています。年老いた王、プリアモスの死。予言の力を持ちながら、誰にも信じてもらえなかった王女カッサンドラと、彼女に関わったとされる、ショーアイアスの行い。そして、ヘクトルの忘れがたみであった、幼子、アスチュアナクスの運命。これらの出来事の詳しい経緯や、誰が何をしたのかという点については、実は伝える作品によって描かれ方が異なっています。とりわけ、アスチュアナクスの死をめぐっては、伝承によって内容に違いがあり、一つの説だけを絶対の事実として語ることはできません。ここで大切なのは、個々の場面の残酷さそのものではなく、その先にある意味です。この夜、勝者となったギリシャ軍は、人間としての、そして神々に対する掟をも踏み越えてしまったと語られています。聖域とされた場所さえも、この夜の混乱の中で損なわれたと伝えられ、勝利の裏側に大きな代償が積み重なっていったことが伺えます。先ほど触れた映画の予告編に映るあの心臓の場面も、もしかすると、こうしたトロイアの神域が損なわれていく様子を思わせるものなのかもしれません。
ただ、繰り返しになりますが、あの像の正体が何であるかは、今の段階ではわかりません。いずれにせよ、この夜をもって10年にわたる戦争には決着がつきます。しかし、それは同時に勝者たちの新たな苦難の始まりでもあったのです。第9章、戦争は終わった。しかし帰れない。戦争が終われば、故郷へ帰れる。誰もがそう思っていたはずです。しかし、勝利を手にしたギリシャ軍の英雄たちを待っていたのは、決して穏やかなキラではありませんでした。古代ギリシャ語で、この帰還を意味する言葉が、ノストスです。小ヤイアスは、トロイア陥落の夜の行いによって、女神アテナの怒りを買い、その帰路で命を落としたと伝えられています。総大将アガメムノンは、故郷にたどり着いたものの、思いもよらない運命が彼を待ち受けていました。メネラオスは長きにわたって各地を漂流することになります。一方で、老将ネストルは比較的穏やかに故郷へ戻ることができたとも語られています。そして、誰よりも長く過酷な帰還を強いられることになったのが、あのオデュッセウスでした。10年の長きにわたる戦争を戦い抜いた彼を待っていたのは、安らかな帰路ではありませんでした。そこからさらに10年という歳月をかけて、彼はようやく故郷イタケへとたどり着くことになるのです。第10章、オデュッセイアは旅の出発から始まらない。さて、ここで一つ意外に知られていないことをお話ししておきたいと思います。女子誌オデュッセイアは、実はオデュッセウスがトロイアを出港する場面から時系列通りに始まる物語ではありません。物語が幕を開けた時、オデュッセウスはすでに女神カリプソの島に長く留め置かれています。故郷イタケでは、オデュッセウスが長年帰らないまま、求婚者たちが彼の屋敷に居座り、王妃ペネロペイアに再婚を迫っています。物語の冒頭で、まず描かれるのは、成長した息子テレマコスが、父の行方を求めて旅立つ姿なのです。私たちがよく知る、キクロプスとの対決や、アイオロスの風袋、魔女キルケとの日々、冥界への旅、セーレーンの歌といった、数々の冒険。これらは、実は物語が進む中で、オデュッセウス自身がある宴の席で語って聞かせる、過去の回想として描かれています。現在と過去を行き来しながら、少しずつオデュッセウスの身に何が起きたのかが明かされていく。それが原点オデュッセイアという物語そのものの構造なのです。最終章、イリアスを知らなくても楽しめる。それでも、さて、最初の問いに戻りましょう。映画オデュッセイアを、そして原点のオデュッセイアを楽しむために、イリアスのすべてを知っておく必要はあるのでしょうか？答えは、やはりその必要はありません。木馬の作戦も、トロイア陥落の夜も、原点オデュッセイアの中では、すでに過ぎ去った出来事として、回想の形で語られています。物語そのものが、そうした構造を持っているのです。けれど、今日お話ししてきたように、ヘクトルの葬儀から、アキレウスの死、武具をめぐる争い、そして、木馬の夜に至るまでの道のりを知っていると、見えてくるものがあります。それは、オデュッセウスという一人の男が、一体何を背負って、あの長い期間の旅に出たのか、ということです。彼の物語は、単なる怪物退治でも、痛快な海洋冒険でもありません。オデュッセイアとは、英雄が栄光を求める物語ではない。すでに栄光を手にした男が、その代償を背負いながら、家へ帰ろうとする物語なのです。映画オデュッセイアの公開まで、あとわずか。この空白の物語を胸に留めて劇場へ向かえば、きっと違った景色が見えてくるはずです。そして、オデュッセウスの帰還の旅そのものについて、もっと詳しく知りたくなった方は、ぜひ、当チャンネルのオデュッセイア完全解説の動画も合わせてご覧ください。また、次の神話でお会いしましょう。